これが新世代の日産ステアリングか？また進化したな、日産。こんにちは。今回は2025年モデルとして世界初公開された、新型アルマーダと新型パトロールを紹介していきたいと思います。それでは、行きます。Now loading。まず、はじめにアルマーダとパトロールについての紹介からしていくと、アルマーダは北米発売されてる車で3列シートを備えたフルサイズの SUV で、パトロールは、中東市場で販売されている車種のようです。どちらも基本的には同じような車型になっていますね。新型アルマーダのボディサイズは、全長 5323mm、全幅 2115mm、全高 1981mm になっているようです。おそらくこの数値は、実際に現地に出向いてコンベックスで測定した数値なのだと思います。どれぐらいの大きさかというと、新型エクストレイル T33 を参考にすると、このようになります。全幅が 300mm 近くも大きくなってる？新型アルファードとも比較をしてみたいと思います。新型のアルファードよりも一回り大きいことが分かりました。とにかく大きいことは伝わったと思います。日本では、なかなかお目にかかれない大型 SUV だということがよくわかりますね。どうせ日本じゃ発売しないんでしょって思う方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、実際に、車両を見てみると、今国内で売られている日産車にはない新しい機能がたくさん盛り込まれていたので、今後の日産車にどういった機能が盛り込まれるのか、より現実的に予想することができるかなと思いました。なので、詳細をかなり細かく徹底的に紹介していきたいと思います。それで今画面に映している新型アルマーダで、この車見ると、オフロード向けの大型 SUV に見えるかと思うんですが、この車両自体は一つの車両グレードでしかありません。今国内で売られてる日産エクストレイルを例にすると、エクストリーマー X と呼ばれるモデルに近い仕様ですね。タフボディを象徴する見た目になっていることが外装から伺えるかなと思います。しかし、本命は、オフロード向けの SUV というよりも、より上質感のある、高級感のある外観の SUV になっています。実際に、見ていただくとわかる通り、泥や土で汚す前提というよりは、綺麗にかっこよく使い回すようなそんな車になっているように見えますね。日産のエクストレイルでも同様のことが言えると思います。つまり日産では、よりエレガントな車両ラインナップを揃えてきているように感じます。そんなエレガントな新型アルマーダ2025年モデルの外装から見ていきたいと思います。フロント周りを見ていくと V モーションのメッキグリルがなく、その代わりに中央の日産エンブレムがより強調されるようなデザインになっていますね。2020年時点での日産アルマーダのカーデザインでは、このようになっていて、フロントグリル周りの V モーションがかなり太く設定されていたのですが、ネット界隈であまり評判が良くなかったため、おそらく2020年のモデルから、大幅にフロント周りのデザインを変えたのだと思います。その代わりにエンブレムの真横にメッキの加色をつけていて、どうしてもこのフロントグリル周りにメッキを使いたいという気持ちが伝わってきますね。どちらかというとフロントグリルの漆黒感が私はすごく好きで、メッキが入ってくると、トラックのフロントフェイスのイメージにつられて、上品さが損なわれる気がするので、そんなに積極的にメッキを使わなくてもいいのかなと私個人としては感じますね。どちらかといえばこのアッパー部の加色は、メッキのように見えるものの光沢はメッキほどではなく、深みのある外観となっていますね。この加色だけでも十分かなと思ってしまいました。そして、ヘッドランプに関して言うと、かなり斬新な形状になっていますね。日産エクストレイルも同様のことが言えるかもしれませんが、少し人間離れしたような、無機質なイメージを抱きました。決して悪い意味ではなく、逆に斬新がゆえに先進性も感じましたね。ボディの分割に関して言うと、ヘッドランプ下に分割線があるものの、正直よく見ないとわからないですね。このような V モーショングリルが採用されていた時は、フロントフェイスの分割が非常に気にはなるんですけれども、メッキ部品が減ったことで、こんなにスタイリッシュに見えるなんて思いもしなかったですね。フロント側にはソナーは4つついてるように思います。通常ソナーはボディ面に合わせて、配置する傾向がありますが、ボディ面にソナーを隠すことなく、大胆なソナー配置になっていますね。それを横側から車全体を見てみると、かなり大きいことがわかりますよね。こんな大きい SUV にもかかわらず、なんとホイールアーチトリムがついていないんですよね。ホイールアーチトリムがついてると、紫外線を受けて経年劣化で白っぽく見えることがあるので、ホイールアーチトリムがないこのデザインは私は結構好きです。
ホイール形状は、スポークの目が細かくて、高級感を感じます。最近出た新型オーラのオーテック仕様もホイールのスポークの目が細かくて、上品な見た目になっていますね。これからこういった目の細かいホイールをディーラーオプションでも増やしてほしいです。新型アルマーダのタイヤのサイズはわからなかったのですが、ブリヂストン製でアレンザのタイヤであることから、非常に高価なタイヤであることがわかります。そういえば、ふと思い出しましたが、先日こちらの動画で、インフィニティブランドとして新型 QX80 の発売がありましたが、このアルマーダと呼ばれる車は、おそらく QX80 の兄弟車ですね。あくまでインフィニティブランドとして、QX80 を出しただけで、日産ブランドとして同じような高級車を新型アルマーダとして発売したということですね。だから QX80 のタイヤを見てもブリヂストン製でアレンザのタイヤを履いていました。インフィニティのタイヤを見ると、ロゴがかっこよすぎて真ん中にしか、目がいかないな。そして、ホイール周りを見てみると、フロントドアの前に可色部品がついていますね。ダーククロームメッキとメッキで陰影感をつけていて、先ほどお見せしたヘッドランプのシグネチャー形状に似たデザインを際立たせています。フロントドア周りを見てみると、窓ガラスが少し角張って見えますね。窓ガラスが角張っているというよりかは、車体が角張っていると言った方が正しいでしょうか。エクストレイルを見てみると、角張った感じはなく、シームレスに前から後ろで繋がっているので、新型アルマーダも同じように繋ぐことはできなかったんですかね。ドアのアッパー周りに関しては、ちゃんと塗装がされていますね。ルーフは非常に高く、洗車するとき一苦労かもしれませんが、もうここまで車が大きいと洗車するのも面倒なので、洗車機に入れて綺麗にする人多そうですね。日本国内の洗車機は高さ 2.3 ム以内であれば使うことができるので、こんな大きな新型アルマーダも国内の洗車機で洗えます。そして、リアクォーターガラスですが、ルーフボディと面が合っていて非常に綺麗ですし、ガラスサイズが大きいので見た目のインパクトも大きいですね。こちらは BMW ミニのカントリーマンという SUV の車なんですが、クォーターガラスにこのような可色部品が装着されていることもあります。良いアクセントにはなってると思うんですけれども、一方でデメリットもあり、室内側から覗いてみると、クォーターガラスから見える外の景色が小さくなってしまってます。日産アルマーダの2025年モデルを室内側から見てみると、外から見ていたのと同じぐらいクォーターガラスが大きいことが伺えますね。オーナーの運転士からすると、一番後ろの席に座ることはほとんどないと思うので、外装に可色をつけたくなる気持ちもわかります。こればっかりは個人の好みですね。けれどよく見てみると、日産の新型アルマーダは、視界に関係のない場所に可色部品をつけていることがわかりました。アルマーダと書かれたロゴがプレートで貼り付けられていますね。リアを見てみると、まるでワゴン車のような見た目になっていて、リアの上面はほとんどカーブしていないですね。日産アリアを見てみると、リアルーフがカーブしています。ワゴン車に近い SUV って印象を抱きました。ちなみにこの車はプレミアムモデルなので、最上級グレードですね。リアコンビネーションランプは、中央にエンブレムがあるものの、見かけ上、一体になってるように見えますね。その下にアルマーダのロゴも連なっていて、最近の日産って感じがしますね。やっぱりリアコンビネーションランプはこの方がかっこいい。リアロアを見てみると、何やら中央にでっかい樹脂部品みたいなものがありますが、どうやら、これは牽引フックを隠すためのカバーのようです。実際に、使用してる時の様子はこのようになります。日本国内では、あまりこういった使い方はしないかもしれないですね。カバー部品とはいえの領域が大きいので、この部位だけは樹脂コーティングしたいですね。以前こちらの動画でも紹介しましたが、おそらく日産としても未塗装樹脂部が紫外線の影響で白っぽくなってしまうことを理解しているようで、このような未塗装樹脂コーティングを日本国内でも販売しています。SUV クラスになると17,600円ほどするようです。とはいえ、日産のフラッグシップモデルと言われているこの車を購入できるのであれば、2万円なんて大した金額にはならないかもしれませんね。バックドア自動開閉できるようになっているので、かなり太いダンパーがバックドアの両端に装着されています。ラゲッジにはたくさんスイッチが配置されていますが、これはバックドアから3列目のシートリクライニングを倒すためのスイッチのようです。最上級グレードということでかなりお金をかけた作りになっています。ラゲッジスペースに関して言うと、車両の前幅が大きいので横に長い収納スペースになっています。この下についたボードを持ち上げてみると、修理キットなどを収納するスペースが確保されていました。
12V バッテリーが見当たりませんでしたが、おそらくエンジンルームにあるのだと思います。E パワー車ばかり見ていたので、12V バッテリーは後ろにあるものと思い込んでしまっていました。3列シートが倒れていっていますね。2列シートならともかく、3列シートを倒すのには手間がかかるので、このような電動機能は、非常に役に立ちますね。内装を見る前にエンジンルームを先に見ていきたいと思います。ボンネット裏面にはダンパーがついてるので、簡単に開け閉めすることができます。ボンネット自体がかなり大きくて重たいので、このダンパーの設定は非常に嬉しいですね。先ほど紹介し損ねた 12V バッテリーは、この位置に配置されていました。パワートレインには、3.5 リッター V 型6気筒直噴ツインターボエンジンが搭載されています。この車は、ガソリン車ですね。話を戻して、これから内装を見ていきたいと思いますが、ドアのアウターハンドルには物理スイッチがついていますね。これ静電スイッチだと、雨の日に反応しづらい時があるので、やっぱりなんだかんだ物理スイッチが使いやすいのかなと思います。最上級グレードということで、シートはおそらく本革になっていますね。ファブリックと本革のコンビシートのようにも見えます。シートカラーのラインナップに関しては、中東で売られているパトロールを参考にすると、このようなボルドーとブラック合皮を組み合わせた配色が存在しますね。この配色を見るとスバルのレボーグを思い出してしまうのは私だけでしょうか？スバルのレボーグを例にすると、ボルドの内装よりもブラックインテリアセレクションの方が人気があるという声もあるので、この配色が本当に人気が出るのか少し気になるところですね。それよりもむしろ完全なブラック内装はあるのかちょっと気になっちゃいました。正直これはこれでかっこいいと思うんですけれどもね。そして、もう一つの内装からは少しグレーかかったホワイトカラーですね。汚れが目立たないのであれば、室内が明るくなるのでこの配色私は好きですね。コンソールやシートなどの上面はグレーにして、下部はブラックで統一していますね。なので、よく見てみると、天井も白くなっていることがわかります。それでは、先ほどの新型アルマーダに戻りますが、サンルーフも装着されていることがわかります。サンシェードもルーフについていて、これは電動で動くタイプですね。天井やピラー周りはブラックになっていますが、サンルーフがあるおかげで、車内が明るく見えますね。こちらのパワーシートはシートヒーターはあるようですけれども、シートベンチレーターはあるのでしょうか？コンソールを見てみると、バッチリシートベンチレーターのボタンが配置されていました。風量は3段階で調整できるようですね。空気を吸い込むタイプなのか、風を吹き出すタイプなのかまではアイコンから予測できませんでした。また車が大きいため、A ピラーにアシストグリップがついています。QX80 でもアシストグリップがついていましたね。ドア周りを見てみると、ドアのアッパー部はツートーンになっていて、2種類の合皮が使われていますね。スピーカーは坊主ではなく、クリック主製になっていました。そういえば最近ありがたいことに、新型 X トレイルで、坊主スピーカーからアンプ内蔵 DSP を導入した方のコメントをいただきました。実際に、私は試したことがないので良さがわかってないですが、スピーカーの DIY も夢があって楽しそう。ただスピーカーの付け替えを行う場合は、上級グレードを選んでおかないと、そもそも内張りにスピーカー用の穴が開いていない場合があるので、要注意ですね。インパネ周りは部分的に合皮が設定されているというわけではなく、視界に入る部位にほとんど合皮が設定されていて、かなり上品な外観になっています。見どころはこの手前にあるステアリングで、こちらのステアリングは、本革ステアリングだと思うんですけれども、手の触れる部位まで丁寧に合皮が巻かれているんですよ。現在国内で販売されている日産ステアリングでは、ピアノブラック化色がステアリング上面に設定されているせいで、ステアリングを握った際に少し違和感を覚えます。しかし、この新型のアルマーダでは、本革が贅沢に巻かれているので、握り心地は非常に良さそうです。またステアリングのスイッチも刷新されていて、ハプティック式のスイッチになっていますね。しかもなんと左側にプロパイロットスイッチが設定されていて、右側にはナビ操作用のスイッチがあります。今国内で売られている日産車のステアリングのスイッチ配置と逆になっていますね。将来、国産車もスイッチ配置が変わってしまっていたら、運転するとき、ちょっと戸惑いそうではありますね。そして、ダイヤルスイッチも丸い形に変わっていますね。現在仕様では、縦方向にロールさせることができ、押し込むことでボタンとしても機能するのですが、丸い形状に変えたということは、横方向にも操作できるようにしているということなのでしょうか。よく見てみると、横方向にも矢印が書かれているので、
上下左右に操作することを想定した作りになってることがわかります。OK ボタン小さいな。OK の表示があるということは、ボタン押し込みもできるということですね。現在はこの四角いプレートがシーソーのように左右に動くようになっていたため、この丸型の操作スイッチを用いることで、スイッチの面を分割なしで作りたかったのかもしれません。しかし、このダイヤルよく見てみると、回転方向は、斜めに傾いているように見えます。ここに白いガイド線もついているので、回転方向は確かに傾いていそう。そうすると、横方向の操作は、ダイヤルではなく、白チェック操作なのかもしれない。そして、コンソール上面を見ていくと、コンソール外周はメッキでライン出しをしていますね。ただし、上部のメッキ部分と、下部のメッキで少し光沢感が異なっているのが気になりましたね。上部のメッキのように少し艶を落とした方が上品に感じます。ドライブモードのスイッチがかなり目立つところについていますね。エクストレイルでも同じようなダイヤルスイッチがついてはいるんですけども、コンソールの結構後ろの方にあるので、運転中、前を見ながら、このダイヤルのアイコンを見て、ダイヤル操作することはほぼできないです。その代わりに、ドライブモードがメーターディスプレイに表示されるので、運転中に、このダイヤルが触りやすいところにありさえすれば、モード変更に支障は正直ないです。なので、わざわざこのダイヤルを、前の方に持ってきて、ダイヤルアイコンを視界に入れやすくする必要はないのかなと思いました。ただ、今シフトボタンを操作していますが、コンソールの上に手を乗せると、ちょうど今のシフトボタン位置に指が来るとすれば、見た目はいまいちかもしれませんが、手の届きやすい位置にダイヤルがあるので、操作はしやすそうですね。特に、このスポーツモードと葉っぱのマークのエコモードは、使用頻度が高めで、高速道路などに合流する際に、加速してすぐに 80km/L から 100km/L にまで速度を上げたい時に重宝します。なので、操作しやすいところにダイヤルがあるのは非常に嬉しいです。シフトがボタンなのはちょっと残念な気もしますが、皆さんはどう思いますか？そして、インパネには14インチのデュアルスクリーンが装着されていて、贅沢ですね。カメラの設定数が多いからなのか、通常のアラウンドビューモニターと異なり、3D で車両の周囲を確認できることから、3D アラウンドビューモニターと呼ばれるようですね。これだけ全幅が大きくて全長も長い車だと、必要になる機会が出てくるのかもしれません。オフロード走行の際はタイヤのダンパーが大きく動くので、タイヤ周りの状態を見るのには役に立ちそうですね。コンソールの上面を見てみると、ドリンクホルダーが2つついていて、ワイヤレス充電もできるようです。そして、蛇腹式のカバーも装着されていました。ここだけ色がグレーになっていて周囲の色合いと合ってないのが気になりました。せっかくならツヤありの黒にできたらいいですよね。指を指しているボタンは、QX80 でも装備されていた、電子制御サスペンションと思われます。こちらは QX80 の電動サスペンションの作動例です。オフロード走行の際に車両を持ち上げて、下回りが地面に当たるのを防ぐために使うのかもしれません。このコンソール周りで気になったのは、操作ノブが大きいですよね。温度調整や風量調整はダイヤルで調整できたらいいのになぁと思ったんですが、すでに2つもダイヤルが設置されてしまっていたので、こればっかりは仕方がないのかもしれませんね。見たことあるようなダイヤルや見たことあるようなシフトボタンが、煩雑に置かれているようにも見えるので、もう少しスッキリした見た目になるといいですね。もう少し言うと、ダイヤル操作した時に、温度調整のこの操作ノブに手が当たったりしないですかね。それで、コンソールの収納部ですが、このコンソール横幅も大きく、縦にも大きいので、収納スペースはたっぷりあります。ただ大きすぎて小物を入れるにはちょっと整理しづらいと思うので、社外品などで専用トレイは必要そうですね。むしろオプションで社外品トレイ、販売すればいいのになぁ。フロントシートなんですけれども、どうやら、マッサージ機能もついているようです。マッサージ用のボタンが見当たらなかったので、本当にマッサージ機能があるのかは定かでないです。ルームミラーは、モニター切り替えができるタイプのルームミラーになっていますが、私の知っているルームミラーと異なっていますね。モニター画面にすると、こんな見た目になってます。モニター画面を試しに見比べてみます。思った以上にモニターの解像度良いですね。かなり鮮明に後方を確認することができます。このルームミラーはぜひ国内でもいずれ設定できるようにしてほしいですね。また、ここにカメラらしきものもついていますね。最近室内カメラが増えてきてるような気がしますね。特に BMW や BMW ミニでは、積極的にこのカメラを採用している傾向があります。
スマホにつなげて、車内を撮影できると以前 BMW のスタッフから聞きましたが、それ以外にどういった機能があるのかについてはまだ謎が多いですね。ジェスチャーをカメラで認識して、ナビ音量調整とかできるんでしょうかね。リアシートを見てみると、逆転シートになっていますね。このシートの仕様に関しては、グレードによって変わります。この最上級グレードでは、逆転シートが採用されていますが、プロ 4X のオフロード向けのグレードになると、逆転シートではなくなり、一体タイプのリアシートになります。リアシート側からコンソールの後端を見てみると、ディスプレイ付きで温度調整できるようになっています。ピアノブラック塗装されているので、ディスプレイだけが目立つということもなく一体感があります。タイプ C の端子が2つと電源ソケットが1つ付いていますが、コンセントは見当たらなかったです。そして、逆転シートの場合2列目には、小さなコンソールが付いていて、ドリンクホルダーが2つと、充電用の端子が2つ付いていました。この逆転シートは、前後に稼働はしますが、マニュアル操作で前後移動させることになります。どうしてパワーシートじゃないのかと最初は思ったんですけど、3列目シートへのアクセスを良くするために、2列目シートが前に倒れるようになっていました。このような理由から、マニュアル操作が必須の逆転シートにせざるを得なかったのかもしれません。実際、電動でシートを前後移動させようとすると、ウォームギアを用いて、ゆっくり前後にシートが移動することになるので、3列目シートの人が乗り降りするのに毎回手間がかかってしまいますね。3列目シートにもカップホルダーは2つずつ付いていて、USB 端子も付いています。また、後席にもスピーカーが付いていますね。クリプ種のスピーカーを選ぶと、車内に合計12個のスピーカーが搭載されるようです。そして、最後にサンルーフを見ていきたいと思います。今サンシェードが半分までしか開いていないので全開にしてみると、逆転シートからは良い景色ですね。ガラスがあまり青白くなっていないので、紫外線のカットはあまり強くはなさそうですね。フロントウィンドウに比べると、少しだけガラスの色が濃くなってるので、多少 UV カットしているのだと思います。まあ、サンシェードがついているからなのかもしれないですね。UV カットガラスの紹介についてはこちらの動画にて説明しているので、よかったら見てみてください。いかがでしたでしょうか？日産のフラグシップ SUV ということで、高級感ありましたね。日本で使うには大きすぎる気もしますが、搭載されていた技術は日本にも継承していってほしいですね。それではまた。